皆さんこんにちは。ヴィーナスの帯にようこそ。帯クリエイターのレミです。いつもご覧いただきありがとうございます。50代以降の私たちにとって健康のために体を動かすのはとても大切で、特に歩くことは気軽にすぐできますね。でも最近ウォーキングだけで終わらずにお店に立ち寄って買い物を楽しむ姿が目立って増えてきたように思います。大型店舗内では気軽に歩けるように距離の表示があると聞きました。暑い夏寒い冬には本当にいいですよね。今回のリメイクは四季の中の日常に寄り添い、軽くて背負いやすくトートバッグにもなり、買い物にも便利で、そしてあなたの大好きな帯柄で個性が光る 2way のリュックサックです。たくさんの着物帯が眠っているタンス、我慢の限界が近づいていませんか？すっきりさせたくないですか？また大きな柄をそのまま使えるリメイクが少ないかもしれません。今回のリュックサックは対抗帯の大柄をそのまま使え、帯幅もそのままで、背中の部分まで続けて1枚でカットするので、帯をたくさん使えますし、また縫うところもその分少なくなりますよ。ただ、帯幅そのままで作成すると小さめのリュックになってしまいますが、幅は別待ちで作るので、ある程度の大きさにもなります。思わずたくさん買ってしまった買い物にも十分対応できますね。作り方で難しいところは何度も再生してみてくださいね。帯リメイク作品をこれからも紹介してまいりますので、チャンネル登録をお願いいたします。また LINE 友達登録をしていただくと豪華10個のプレゼント、冠婚葬祭の福様型紙もこちらからもらえます。詳細は最後にお知らせいたしますね。袋帯の帯柄の模様、中央から少しずれていて面白いのを見つけました。さあ早速カットしましょう。帯柄の模様からバッグの底の部分、背中側も続けて1枚、長さ80センチでカットします。そしてリュックが自立して立つように、今回は厚めの接着芯がおすすめです。また気に入った柄ですから中央にポケットなど作れません。ですからサイドポケットにしました。次は本体に合う内袋をどれにするか今悩んでいるところです。全部羽織ですね。すごく安い値段で手に入りました。これが本体です。ちょっとどれにしようか。やっぱりこれですかね。もうちょっと冒険したい感じがするので、やっぱこれかな。ポップな感じで、破けてるので補正が必要ですけれど、これにしようかな。あなたならどれにしますか？これがサイドポケットです。1枚につながっていました。同じサイズに内布をカットして中表に合わせ、上1センチで縫いましょう。上1センチ縫ってきました。次は縫い代を割ります。アイロンで整えましょう。そして今回内布を見せるか見せない方向でいきます。きれいに半分で割ってください。そして同じものをもう1枚作ってください。今出来上がったポケットをサイドにつけます。右側が下です。サイドの 0.5 センチ仮止めで縫ってください。同じものをもう1枚作ってくださいね。次は角缶タグを作ります。長い方の12センチを半分に折って、そして上に下にとまた半分に折って3センチ幅のタグを作ります。厚い接着芯を使っていますからアイロンで十分に整えてください。そして両端を必ず端ミシンをかけてください。両端を縫って角缶を通して真ん中のあたりのところを縫ってください。そして下から2センチのところにチャコペンで印をつけてください。4つのうちの角缶タグは1つだけ
角管を2つ通します。これです。角管はサイドポケットの底から3センチ、2センチのラインに合わせて、互い違いに配置し、0.5 センチで仮止めをしましょう。今回、バッグ本体とサイドの切り込みを入れての縫い合わせが大きなポイントなんです。しかし映像がうまく撮れていなくて、別の布での撮影でご容赦ください。まずサイドの底の真ん中6センチ、本体真ん中の40センチに印をつけます。本来でしたら別待ちのサイドに切り込みを入れるのですが、ポケットがついていますので、今回は本体の方に切り込みを入れましょう。両方ともバック口から35センチ、サイドの長さより1センチ短いところに切り込みと覚えておきましょう。中表に合わせて切り込みがある本体が重そうなんですが、本体を上にします。そして別の作品の映像ですが、切り込みの部分がアップで映っているのでご覧ください。切り込みを割ったところが1センチの綺麗な正方形になるように、どうしてもすぐ長方形になっちゃうんですね。気をつけてくださいね。そしてもう一つのポイントは、縫う前にきれいに畳んでおきましょう。その向きをご覧ください。また帯は厚みがあってずれやすいので、サイドの底の中心から縫い始めるのもおすすめです。それはずれる前に先ほどの切り込みの1センチの正方形を先に処理した方が無難だからです。そしてバック口に向かって縫っていきましょう。それではサイドの底の中心からまずは正方形の切り込みに向かって縫っていきます。指で1センチの正方形をキープします。そしてギリギリになったら目打ちでキープしていきましょう。針をちゃんと刺しといて、角度を変えます。押さえ金を上げて、さあここは画面が動きます。よくご覧ください。畳み方をご覧ください。そこに向かっては平行に、そして下の布を45度に折っとくとうまくいきます。そしてもうひたすらバック口に向かってまっすぐまっすぐ縫うだけです。もう片側も同様に底の中心から縫いますが、こちらは角管があるので少し大変ですね。でも切り込みの正方形の形に気をつければ、表に返した時に角がきれいに出ますよ。もう一方も同様に仕上げてくださいね。内袋の作成です。図のようにポケット、内袋2枚カットしてくださいね。レミのポケットは一番長いところを1センチに折ったら、中表にして L 字に縫います。L 字に縫ったら、表に返して、内布上から10センチのところ、折り目が上が来るようにして縫ってください。ポケットの角のところに印をつけておいて、そこに合わせて縫っておけば待ち針もいりません。今回は横に長い長方形のポケットになっていますから、真ん中をまた縫ってもいいですね。どうぞ自由にカスタマイズしてください。ファスナーは30センチでカット。ファスナーの尻尾は全部1センチで折り込んだら、半分に折って、ファスナーの尻尾につけて、四角く縫ってくださいね。
四角く折り込むときにこの2ミリの両面テープはとっても便利。待ち針もクリップもいりません。ぜひこれを使いこなしてくださいね。次は口布です。半分に中表に折って、両側1センチでまず縫いましょう。両側を縫ったら表に返します。帯は角をカットしたりしないできれいに縫い代を畳みましょう。そうするときれいに角が出ますよ。こちらも縫い代をきれいに畳んで、それでもうまくいかないときはピンセットの登場です。ピンセットは先が丸いものを選びましょう。さあ、角が出てきましたよ。さあ、また両面テープの登場です。ファスナーの先もこれで処理しましょう。待ち針もクリップもいりません。ただ、剥がすときがちょっとポイントがいります。それさえうまくできるようになったら、両面テープ自由自在に使えますね。ファスナーに口布の長さを印をつけ、はい、そしてまた両面テープです。一番端ギリギリに貼ります。そして剥がしましょう。口布をつけます。これもファスナーをよく見ると線があるので、それに従ってつけるといいです。さあ、また剥がして、こちらもガイドライン線に合わせて貼り付けます。そして厚みがあるのでファスナーの下に置いて端ミシンをかけましょう。口布と見返しと内布。まず口布の半分に印をつけましょう。そして次は見返しです。見返しも半分のところに印をつけて、口布に中表に合わせます。さあ、中表に真ん中のところを合わせました。次は返して見返しと内布を中表にします。見返しと内布は同じ長さなので、そのままクリップを留め直せばいいですね。さあ、縫い代1センチで縫いましょう。ここは重なりが多いところなので、見返しや口布は薄い接着芯がおすすめですね。見返しと内布、アイロンで整えて、内布にきれいに端ミシンをかけましょう。
端ミシンをかけました。そしたらもう一歩また同じことをしましょう。見返しと口布の真ん中を合わせて、そして返して、見返しと内布は同じ長さ、そして重ねてクリップで留め直し、縫い代1センチで縫ってください。内布2枚中表にして、両脇縫い代1センチでそれぞれ縫います。そこは引き出し口なので15センチ手が入るぐらい開けて縫っておきましょう。内袋の両脇と底縫えたら、縫い代をきれいに開いてアイロンで整えて、まずはきれいにここで縫い代同士を開いて合わせましょう。ここがずれないように。クリップ待ち針で留めたら、縫い代1センチで縫ってください。さあ、いよいよ本体と内袋の合体ですが、その前に角管つけましょう。背中側についていますね。そしてバック口に印を合わせて2センチ上が出ています。そしてもう片方も、こちら側は角管が2つついてますね。どちらでもいいです。印に合わせてください。そして 0.5 センチで仮止めをしておきましょう。本体と内袋の縫い合わせの前に、まずバック口の真ん中に印をつけておきましょう。縫い代同士を合わせて、そしてこちら側も、本体の方も合わせて真ん中に印をつけます。2箇所。表に返した本体、そして内袋に入れていきます。さあ、まず縫い代同士と合わせて、縫い代と、そうですね、サイドの真ん中を合わせて、そしてバック口の真ん中を合わせて、もう片方も合わせて、細部を詰めて合わせていきましょう。
たくさんクリップで留めて、ぐるりっと一周縫い代1センチで縫います。後ろに引っかかるんで待ち針の方がいいんですけれど、帯って厚いですからね。ここは頑張ってください。もうすぐ出来上がりですよ。さあ、引き出し口から本体、そして内袋を引き出してみましょう。一番嬉しい時ですね。これは早回しにしていますからこんなにスムーズに出ないかもしれないですけど、さあ内袋を整えます。そして角を中から押し出して整えましょう。ファスナー閉めてみましょうか。そしてもう一つありましたね。バック口の周り端ミシンをかけておきましょう。それで本体の完成です。本体が完成しましたね。あと少しですよ。リュック紐100センチ長いですね。厚手の接着芯がおすすめですが、もしも紐を作るのがめんどくさいんだったら、もう手芸店でベルトを買いましょう。アイロンで整えて、半分に折って、上から下から折り込んで、両端、端ミシンかけてください。出来上がったリュック紐にリュック感を通しましょう。端から6センチに印をつけてください。リュック感の上下を確認して右から左に通して裏に返して印に合わせて折りたたみ2センチ折って長方形に縫ってくださいね。ミシンで縫い付けましょう。ゆっくりゆっくり。一針ずつ手でやってもいいんですよ。ただ帯ってゆっくりすれば縫えます。あとは厚手用の針14号に変えるのもおすすめですよ。さあこれを2本作りましょうね。出来上がったリュック感を通していきます。各感に通してこの向き見といてくださいね。そしてリュック感に戻って右から左に通して各感に向かって締め上げていきます。締めていきます。ここも曲がらないように確認してください。そしてバック口の角感に通して2つある角感に向かっていきます。2つある角感の手前の方、もう一回曲がってないか確認しましょう。手前の角感を向こうから通して6センチのところに印をつけましょう。そして印角感に合わせて2センチ折り上げてミシンで縫います。こちらも2センチ折って長方形に同様に縫ってくださいね。最後です。リュック紐を他方の角感に通します。そう、印をつけておきましたもん。そしてリュック感に通します。どこかがひねって曲がってないようにいつも確認してください。
リュック間に通したら短くして、さあ手前の2つの角間通します。そして向こう側の角間に向こう側から通して印を合わせたら、6センチの印に合わせたら2センチ折って、必ずそれが裏になるように確認して長方形に縫って、さあこれでおしまいですよ。さあ出来上がりです。両側の角間を真ん中に寄せて絞り、リュック紐の長さを調整すれば肩にかけられますよ。また長さを調整すればトートバッグにもショルダーにもなります。そしてレミの帯リメイク教室の生徒さん、美穂さんの作品です。帯地がとてもシックで全然違う雰囲気が出て、とても素敵な仕上がりですね。ありがとうございます。皆さんもレミの帯リメイク教室でたくさんの作品、自分のオリジナル作品を作ってみませんか？お待ちしています。ヴィーナスの帯オンラインレミの帯リメイク教室公式 LINE 登録もしていただけましたか？あなたは古い着物帯に悩んでいませんか？タンスに眠る祖母、母からの着物帯、保管やスペースに悩みますね。でも帯リメイクで作品を作るとタンスのスペースが空いて、あなたの大切な着物帯に新しい命を吹き込めますよ。LINE 登録してくださった方に帯リメイクお得情報満載の豪華10大プレゼント、大人女子の宝箱を開いてみませんか？特典1、帯リメイクスタートアップ、完全解説ロードマップをあなたに。このプレミアム動画でレミの帯リメイク教室の詳細がわかります。じっくりご覧ください。特典2、そのスライド300枚でゆっくり自分のペースで見直しもぜひしてくださいね。特典3、完全非公開動画、周りから一目置かれる簡単スマホショルダーの作り方。今スマホサイズのバッグはどの世代でも必需品です。外ポケットなので鍵やハンカチは別に収納。作っておくととても便利です。特典4、超有料級上級着物講師直伝のあなたを格上げする着付け講座テクニック参戦。帯の畳み方など各種動画を揃えていますので、選んであなたの着付けをワンランクアップさせてください。特典5、冠婚葬祭になくてはならない複数の型紙をプレゼント。型紙があれば自分にお友達にとあなたしか作れないオリジナル作品が簡単にできますよ。贈り物にとても喜ばれますので、この型紙をぜひ手に入れてくださいね。特典6、リメイク作業が5倍はかどるプロ御用達リスト。厳選に厳選を重ねたおすすめソーイングセットの一覧表を作りました。帯リメイクを始めるのに準備するものがこれでわかりますよ。特典7、ミシンが苦手の方でも大丈夫、接着剤で作れるリメイク事例をあなたに。特典8、もちろんミシンで作るワンランク上のアイデアリメイク事例もたくさん集めました。特典9、レミ帯リメイク教室の個別相談会へのご招待チケット。あなたとお会いできるのを楽しみにしています。特典10、そして VIP 特別ご優待券も付けしました。どんな内容かはお楽しみに。古帯を最高の形に、リメイクの楽しい世界をレミの帯リメイク教室で体験しましょう。帯リメイクお得情報もお届けします。ぜひ概要欄にある公式 LINE 登録から無料プレゼントを今すぐ受け取ってください。皆様ご視聴ありがとうございました。ヴィーナスの帯のチャンネル登録といいねボタンもぜひお願いいたします。